山です。今回のテーマはお相手の本気度ということでやっていきたいと思います。赤、青、黄色のうち一つ直感でお選びください。開始時刻はコメント概要欄の方に書いてあります。それでは赤を選んだ方のお相手の本気度を鑑定していきたいと思います。目線はお相手目線で状況、心境などを見ていって今後の展開を説明していきたいと思います。それではまず真ん中の2枚のカードから見ていきましょう。お相手の状況、心境を見ますと、非常に予定調和という形になっているのかなというふうに思います。それはあなたとの関係というものが非常にうまくいっている、順調にいっている、計画通りというふうな、考えっていうのがあるのかなと思います。これね、非常に、安心しきってうまくいってるなというふうに思っているので、この本気度っていうところっていうのは比較的高いのかなというふうに思います。はい。ですが、その障害となる、心境と見たときに、順調にはいっているんですが、あまり計画性がない、そういうところが見受けられますね。お相手というものは、今の状況というのはうまくいっているので、その流れに身を任せる形、それによってうまくいくだろうという意識が強いため、今後何をすべきか、計画を立てていない、そんな、方なのかなというふうに見受けられます。総じて今お二人の中で問題であったりとか、お相手の方にストレスというものを抱えているわけではないというふうに見受けられますね。はい。それでは、現在式ですね。エースオブワンズのカードが出ております。非常にこれからあなたとの関係をうまくさせていこうという気持ちというのが非常に強いのかなというふうに思います。それはエースというカードっていうのはワンズの中でも意識の高いカードになるので、あなたとの今の関係から発展するお話であったりとか、そういうコミュニケーションというのが、取られているか、今後取ろうとしているというふうに見受けられます。なので、今順調にいっているかつこれから進めていこうというところなので、非常にあなたに対して真剣に、物事を捉えているというふうに、考えられますね。はい。深層心理を見たら、ナイト・オブ・ワンズ逆位置。なるほど。これで見ると、なぜかあなたとの関係は順調ですが、うまく物事を進めていくということに対してあまり自信がないと。あなたとの今後の、未来を考えた時に自分でうまくその、役割を果たせるか、幸せにできるか、頼りがいのある人間でなれるかというふうな不安というものが深層心理にあるのかなというふうに、出ております。この不安がですね、おそらく将来に対してあまり、計画性がないというところ、それにつながっているのかなとも思います。はい。過去の部分ちょっと見てみますね。はい、お相手は、比較的自分のペースであったりとか、自分のしたいことというものを譲らない、優先にする部分もあるのかなというふうに思います。それはあなたにとって比較的、悪いというわけではないんですけども、どうしても譲れない部分っていうのは、あなたも尊重してあげていると思うんですけども、これはね、今後もね、そういった部分はなかなか、変わることはないのかなとも思います。はい、ここまでで過去、現在、顕在意識、潜在意識で、見てみますと、非常にあなたとの関係というのは、順調になっているのかなとも思えます。ですが、なかなか今後の計画に関しては、無計画であります。気持ちだけは、比較的高まっているものの、今後あなたとの考えというものを、改めるため自分のね
譲れない部分というところをあなたに対して譲るっていうことができない、こんな、状況なのかなとも思います。はい、それではお相手の今後のあなたへの本気度を見ていきたいと思います。はい、ザ・ワールド形ですね。こちらが出ているということは、すでに交際されている方であれば、ご結婚であったりとかそういう話、片思いであればあなたとご交際されるというふうなこのステップをしっかり上に上げていく、そういうことが、お相手からあなたに対してされるのかなというふうに思います。それは非常にね、物事の完成を表すカードになっておりますので、非常に前向きに捉えていただければなと思います。非常にもうすでにそういった予兆というものもあなたは感じているのかなというふうに思います。非常に、関係も順調になりつつあるので、外堀が埋まってきた場合、しっかり、発展する、そういうふうに見て取れます。非常にね、あんま焦る必要はなく、しっかりとした準備をしていくことによって、お二人の関係っていうのは非常に、前向きに進んでいく、そういうふうに、予感できるかなと思います。はい、それでは周辺の理解と今後のお相手の立場、状況を見ていきます。はい、ですね、やはりあなたに対しての優しさであったりとかっていう部分が少し欠けるというか、やはり自分の大切な部分というのは譲りづらいというところが出ておりますね。それをやはり周りから、そういう部分も少し、妥協というかあなたに対して譲ってあげた方がいいよというふうなアドバイスをそのお相手は受けているかと思うんですが、なかなか変えられない、そういった状況というのが出ております。ですが、あなたとの関係値というものは比較的、良好になっていますので、ここのお相手のこだわりの部分、これをどうお二人の中で、妥協というか話を合わせていくっていうところ、うまく合わせていくっていうところが今後のねお二人の関係の中ですごく重要なポイントとなっていくのかなというふうに思います。この本気度に関して言うとしっかりありますが、本気度とは別に譲れないポイント、これが、そのお相手にありますよという感じですね。はい、結論その理由でいきます。エースオブカップ、コツコツ、ペンタクルのカードが出ています。ペンタクルのカードは、これはあなたとの関係性をしっかり構築させて、前向きに進んでいきたいというふうな意味合いを表すカードになっております。それはあなたに対して非常にどういう状況になってもしっかり向き合いますよという意識、があります。で、エースオブカップというのが出ております。ここ近いうちに準備を進んでうまくいく過程はあるんですが、挫折を味わうような状況というものが、近いうち出てくるかなと思います。ですが、お相手のあなたに対する本気度というところで見ると、これはかなり高いですね。たとえあなたとの関係が困難な状況になっても、それにめげずにあなたに対してしっかり思いを馳せ、そして行動し続ける、そういうようなカードとして意味が出ているのかなと思います。はい、このカードの状況で見ますと、あなたに対しての本気度は非常に高いと見えます。今後の展開であったりとかも明確に考えていて、考えているが、若干計画性のない部分はあるんですが、着実に、物事を運んでくれるのかなと思います。そして、新たな発展というものも明確に進んでいくふうに見て取れます。ですが、お相手にすごい大事なものがあります。それをなかなか譲れない部分がある。これをね、お互いにね、しっかりコミュニケーションしていくっていうところが、お二人にとっての良い状況になっていくためのポイントとなっております。そして最後に、お二人の中で、困難な状況、破綻するっていうほどではないんですけども、少し困難と感じる状況が来たとしてもね、あなたに対して、非常に本気度の高いお相手は、
めげずにあなたに対してしっかり、尽くしてくれる、そんなカードが出ているかと思いますので、非常に、前向きに捉えていただければなと思います。アドバイスをするのであれば、非常に、あなたに対して真面目に捉えてもらえるので、逆にあなたもね、お相手のそういう譲れない部分というものも尊重してあげる。これがね、お相手との関係を良くするポイントとなってくるのかなと思います。以上で赤の解説を終わりにします。それでは青を選んだ方のお相手の本気度を鑑定していきたいと思います。目線はお相手の目線で鑑定していきたいと思います。お相手の状況、心境を含め、見ていって今後の展開などを占っていきたいと思います。それでは行きたいと思います。はい。エースのワンズとカップスが出ております。これね、あなたとの関係は非常にね、前向きに捉えています。そしてあなたとの関係をより、今後しっかりさせていきたいという気持ちは非常にありますが、困難な状況にあり、それに対して、少しめげてしまう。困難に対して、立ち向かうがうまくいかないんじゃないかなという不安を抱いている、そういう状況になっているのかなと思います。ですね、ここでの本気度ということに関しては高いんですが、それを乗り越えるために非常に、困難な状況になっているため、本気度っていうものはもしかしたらあなたから感じることができない可能性のあります。それはなぜかというと、あなた自身が見えるお相手は、いや、なんで私のためにしてくれないのというふうに見えてしまう気持ちはすごくあるんですが、行動をするためにまだまだそれに、行動をするためのパワーだったりとか、そういったものが足らない、そういったものが要因となってくるのかなと思います。本気度に関しては高いです。はい、健在意識を見ると、どこかお相手というのは継続性であったりとかがない。そして、あまり何かを一生懸命やるというのが苦手、秋っぽい性格なのかなというふうに思います。例えばあなたとの接する時でも優しい時は優しいが、それがふといい加減になったりとか話を聞いてなかったりとか、そういうところがあるのかなというふうに思います。これはあなたに対して本気度がないんではなく、そういったものがちょっと集中力が続かないような性格という部分に、なっているのかなと思います。ですので、あなた自身はなぜあの人は私に対してこんなに、一生懸命やってくれないのかなというふうに不安に抱えている部分はあるかと思うんですが、実際にそんなことはなくて、そういった性格の部分になるので、どうしてもあなたはお相手の本気度っていうのを未だにちょっと感じ取れない部分はあるのかなというふうに思います。潜在意識見た時に、やはりあなたに対する愛情というものはすごく深層心理にあります。これはすごく大事にしたい、そしてあなたとの関係を今後もうまくさせていきたいというものが明確にあります。それによって、あなたの思いであったりとかは非常にあるんですけども、なかなか行動に見えない場合があります。深層心理というのは本人も気づかない場合もあるくらい深いところにあるんですね。ですので、あなたを大事にしたい思いはあるが、それがあなたに通じていない部分が非常に、あなたとの関係で、困難にする可能性があります。はい。過去の部分を見ると、やはりお相手というのはすごく不器用な部分があるんですが、自分の大切なもの、プライドだったりとかを優先してでもあなたに対して、尽くす気持ちというのは非常に高いです。ですので、あなたに対してとても良くなってほしいという願望もあります。はい、これのカードここにあるというところで、見ますと、今あなたはお相手の本気度っていうものを感じずにいられるのかなというふうに思います。ですが実際はそうではなく、
あなたに対しての気持ちであったりとか思いというものはすごくあるのかなと思います。それがこのエースオブカップっていうカード、ワンズっていうカードで、表しているように、そういうふうに、強い思いっていうのはあります。ですが継続性であったりとか、それを表に出すっていうところの不器用さ、これがお相手の本気度が見えない原因となっておりますので、それをしっかり、気づいてあげて目を向けてあげるということが、あなたとお相手との関係のより良い発展につながっていくのかなとも思います。はい、それでは今後のお相手の本気度の展開に関して見ていきたいと思います。はい、これはね、失望というか思いが下に向いている気持ちにはなっております。あなたに対して、気持ちを先ほどあるというふうに伝えたんですが、それを行動に移してしたり、思いを伝えたりするっていう方法がなかなか、伝えられなくて、とても落ち込んでしまったりとか、とてもその下向きになってしまうので、これにあなたは気づいてあげることが今後のターニングポイントとなるのかなというふうに思います。もしこのままお相手のあなたに対する気持ちっていうのを気づかなかった場合、よりお相手は下に向いてしまう、そういう状況が今後見えてくるのかなと思います。はい、じゃあ今後の周辺理解と今後のお相手の立場状況を見ていきたいと思います。気をつけなきゃいけないポイントは、今言ったあなたに対する本気度というものを気づいてあげないと、より消極的、あなたに対する思いというのがしぼんでいく、そういう風なカードとして見ております。で、ハングマン、逆位置、やはりそうすることによって、あなたに対する行動であったりというのをより、制限されていくふうに見ております。ここでのポイントとしては、やはり本気度というものをあなたは今感じられていないかと思います。ですが高い、気持ちを持っているので、それをしっかり捉えてあげて、それを受け止めてあげる。そしてお二人で前向きにいくような気づき、行動というものをしっかりやっていただければなというふうに思います。はい、最後結論、その願望ですね、見ていきたいと思います。クイーンオブソード。やはりあなたとの関係をしっかりうまくやっていきたいという気持ちが高いですと。こちらですね、あなたとの将来というのを明確に考えているが、それを達成するために自分のやはりその、頼りがいのなさであったりとか、ご収入だったりとか、そういう部分でやはり、幸せにできないなというふうに感じちゃっているところがあります。ですのでこの、状況でいうと非常に気持ちは前向きですが、あなたに対して少し負い目を感じてたりとか、なかなか自分に対して、少し自信のなさを感じているので、このままいってしまうとうまくいかない可能性があります。ですが解決策として、あります。あなたに対しての本気度は気持ちとしてあります。これに気づいて応えてあげる。これが今後のお二人の恋の発展のキーポイントとなってくるかと思います。はい、最後まとめとアドバイス。あなたに対しての思いという部分はありますが、継続性という部分であったりとか、それを思い伝えるという部分というのが、なかなかうまくいかない。それに気づかないあなたは、今後も気づかないので、お相手の気持ちというのは沈んでいってしまう可能性が高いです。ですので、それに気づいて相手の自信をつけてあげる。このことがお二人の関係性を良くするポイントとなってくるのかなと思います。アドバイス、簡単です。お相手の気持ちというのを気づいて自信を持たせてあげる。それがあなたのできるお相手との関係関係を良くすることなのかなというふうに思います。はい、それでは以上で青の解説を終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方のお相手の本気度というものを見ていきたいと思います。目線はお相手目線で、状況、心境を見ていきながら今後の展開、あなたとの関係性を見ていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。それでは真ん中の2枚のカードから解説していきたいと思います。ページオブソードマジシャン、
あなたとの関係をしっかりうまくさせていきたい。これから、うまく進めていきたいという気持ちがあります。ザ・マジシャンなので、新たな始まりの意味を表すカードになっております。ですが、ページオブソード、こちらを見ていただくと、これはね、どうしてもね、未熟さであったりとか、優柔不断な、ところが、お相手のことにあります。ですので、あなたも、少しちょっと優柔不断な方だなというふうに感じてると思います。ですが、そういうお相手の中でも、あなたとの関係をこれから、うまくさせていきたいというふうな思いというのがあるので、この時点では、非常に前向きに捉えていただければなというふうに思います。ですので、現時点での本気度というものは高いですが、実行力に関して言うと、まだ、見えてこない部分というのがあるかと思います。はい、それでは顕在意識を見ると、やはりこのカード、ワンズの2なんですけども、見ていただくと、遠くを見ている男性のカードなんですね。ですので、どこか途方に暮れるというか、方法をなかなか見つけずにいる、そういったイメージをしていただければなと思います。あなたに対してすごく前向きに捉えているが、どうやったらそれを達成できるか、どうやったらあなたを幸せにできるか、そういった意味での、方法論というものが出てこないので、なかなかあなたに対して良いアプローチをできていない。ですので、あなたもお相手からの本気度というものを感じることはなかなかないのかなというふうに思います。ですが、この時点で見ますと、しっかりあなたに対して考えているというふうなことであれば、本気度というものは高いのかなとも思います。はい。深層心理を見ますと、あなたに対して非常に、ネガティブな気持ちを抱いています。それは、なかなか行動力のない優柔不断な部分というのをあなたに対して、少し、あなたがそういった部分を責めてしまったりとか、それによってうまくいかなかった部分っていうのが今まであり、どうしても前向きに、捉えることができないのかなというふうに思います。ですので、すごく深層心理の部分で自信のなさが出ております。あなたに対して非常に前向きに捉えている一方で、それをうまく行動に移すっていうところが、今までのあなたとの関係の中で、どうしてもトラウマになるようなこと、あなたが自信をなくさせるような言動をお相手にもしかしたらしてしまった、そういうことが要因となってくるのかなというふうに、思います。過去の部分で見ますと、やはり関係性っていうのが安定していない、いい時もあれば悪い時もある、関係値が、なかなか安定しないことによって連絡も取れない、気持ちもよくわからない、そして、本当に優しくしてくれるのか、今後どうなるのかという不明確なことが非常に多い、そういう関係性なのかなとも思います。ここでペンタクルっていうのが出ているので、お金の部分もすごく不安定なところがある。そして、そういうことになっているかと思います。はい、ここまでで見ますと、お相手はあなたに対してうまくいきたいという気持ちあるが、なかなか優柔不断で決断できずにいる。そういう面を見たあなたはどうしてもお相手に不安を抱いてしまって、何かしらのその悪い言動をしてしまったことがあり、なかなか関係性っていうのはうまくいかないのかなというふうに思います。ここでの本気度に関して言うと、今後進展させたいという思いはあるものの、それに対する実行力というものが、少し、欠けているというのが、現状なのかなというふうに思います。はい、続きまして、これからの本気度に関しての今後の展開を見ていきたいと思います。はい。今後、お相手はあなたとの今後の展開に関して言うと、結構理想論であったりとか、こうなればいいなというふうな、ことが多いかなというふうに思います。
現実的な話だったりとか、現実的に行動することっていうものをちょっとなおざりというか、しないで、こういうふうにやろうよという理想論というものが先行しがち、になってくるのかなと思います。それはもちろんあなたの思ってなんですが、なかなかそういう実行力というのがないからこういうふうに出てしまっているのかなというふうに思います。ですので、そういった行動を見てあなたはやはりちょっと不安に感じてしまう。そしてそれがお二人のその関係値の悪化につながってくるのかなとも思います。はい。今後の周辺の理解とあなたの状況、お相手の状況を見ていきます。周辺の理解というところで、見てみますと、これあなたの理解になるのかなというふうに思います。なかなか今までモヤモヤしてなかなか前に進めてくれない、お相手に対して非常に不満を抱いているかと思います。ですが近いうちにその不満というのも明けてくるのかな、もしくはそれに慣れてくるふうに思えます。今は優柔不断なお相手に対してなかなか待つことができない。あなたはそれを理解した上でどう向き合えばいいのかというふうな、気持ちになっていきます。そしてお相手はそういったあなたの行動に対して非常に愛情を感じ、あなたをより幸せにしたいなというふうな気持ちになってくるのかなとも思います。ですのでこのカードを見ると、やはりこの優柔不断な部分に対してあなたの理解が進み、しっかり地に足を据えて行動ができるというふうに思えますので、非常にお二人の関係っていうのが前向きに進むのかなとも思います。はい、最後結論、その願望を見ていきたいと思います。ザ・プリンセス・スター。ここは近いうちに冷静な判断ができない、というところになります。ここね、気をつけなきゃいけないのは、冷静な判断というのはあなたとの関係をしっかりうまくさせていきたいという気持ち、これがしっかり行動できない可能性があります。それによってお相手があなたとうまくいくっていう願いというものが叶わない可能性があります。それはなぜかというと、あなたの理解というものがまだまだ進まない。お相手に対して気持ちはあるけど優柔不断なお相手に対して苛立ってしまったりとか、許せない部分というのが出てきてしまい、それが2人の関係というものを悪化する可能性があります。先ほど徐々にその理解が進むというふうにお話ししたと思うんですが、まだあなた自身そういったものの完全理解になり得ない可能性があるので、それによって2人の関係というものが悪くなる可能性というふうに見ております。はい、それではまとめとアドバイスいきたいと思います。お相手はあなたに対して非常に前向きで本気度のある行動があります。ですが、優柔不断な部分があり行動力がないため、あなたはそれに苛立ってしまいます。かつ今後も理想論であったりとか述べることに対してあなたは非常に前向きに捉えることができません。ですが徐々に慣れる、そしてそれを受け入れるという行動もあなたができるようになってくるため、そうすることによって良い方向に進みます。ですがそれをしっかりあなた自身行えない場合は悪い方向にこのまま進んでしまう可能性があるので、しっかり、考えていただければなと思います。で、アドバイスは、もしあなたに対する本気度は高いです。ですがあなたがそのお相手の優柔不断な部分を受け入れるということがお相手の自信につながり、お二人の関係を前に向かせることになりますので、その点はご注意していただければなと思います。それでは黄色の鑑定を終わりにします。参考になった方はチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。